おはようございます。阿部義俊です。いやいや鼻声です。風邪なのか花粉症なのかですけど、今回は、コーヒーではなく手帳の話ですね。手帳のリフィルの話です。この間トラベラーズノートの東京駅限定のやつを買ったよみたいな話もしたかと思うんですけど、これは最近なんかコーヒーが趣味なので、コーヒー手帳みたいな、感じでちょっと飲んだコーヒーとか、コーヒーの勉強ってことでもないですけどね、なんかそのどこそこの豆、産地の豆はこんな感じの味みたいなのをちょっとメモったりとか、しているような使い方をしていますと。で、最近ずっと呉竹のジグっていうのマーカーが好きで使ってたんですけど、子供がコピック好きで、なんか釣られて僕もコピックをちょっと買ってみて、まだ呉竹もウォームグレーしか、買ってないですけど、こっちも、そのノーマルのナチュラルなのかな、N ナンバーなので、ナチュラルのグレーを何種類か買ってみて、ちょっとモノクロでやってみようかなと思っています。呉竹のやつはモノクロがすごく綺麗で、コピックは逆にモノクロよりもやっぱりカラーが綺麗というか色が混ぜやすいですね。なのでモノクロのなんかそのちょっとスケッチ的なことは呉竹にやらして、コピックは今グレー買っちゃったけど、これからちょっともしかしたらカラー増やしてなんかカラーでちょっとしたスケッチを撮る練習みたいなことをいつもやろうと思っていて、もう仕事で手一杯でなかなかその余暇で絵を描くっていうのがなかなか時間作れないですけど、ジェスチャードローイングみたいなもの、ジェスチャードローイングもそうだ、ちょっと間が空いちゃってますよね。話が横行っちゃいましたけど、そんな感じでコピックを買ったわけですよ。でコピックを、ここのその普通のリフィルの紙にスケッチ取ると紙が薄すぎて裏写りして、ちょっとこの間ショート動画でちょっと軽くスケッチをしてみたら裏側に映っちゃって、その女の人の顔を描いたのにそのめくってみたらなんかへんてこな感じのインクの裏写り跡がついちゃったよみたいな動画作ったんで、ちょっとぜひ見てほしいんですけど、そんな感じで、ちょっと裏写りするのでもうちょっと厚い紙のリフィルをと思ったんだけど、で、トラベラーズノートにはその水彩紙とか画用紙っていうシリーズもあって、ただ水彩紙は逆に言うと紙がちょっと良すぎちゃって、なんか雑に使い、僕こういういい紙のやつやるとなんか腰が引けてすぐ使わなくなっちゃうんで、なんかもうラフに使えるやつがいいんですよ。でこいつはなんか値段が決して高いというほど高くはないですけど、このリフィル一つが440円で、今数えたけど20ページあるんですよね。この大きさで440円で、20枚。そうなの。だから普通に買うのに比べたらやっぱりリフィルの形に閉じてあるんでちょっとやや高い。紙質はめちゃくちゃいいですけどね。ということでコピック用のコピックペーパーセレクションってやつを買ってみました。でこれはなんかアルコールインクアートペーパーってやつで、アルコールインクアートっていうのはなんかそのインクを垂らしてそこにアルコールを垂らしてにじませるのかな、なんかそんなようなことで色をこうワッとにじまして、だからインク遊びですよね。万年筆用のインクとかガラスペンのインクとかでもなんか似たような感じがありますけど、でこいつを適当なサイズに切って、で2つに折ってホチキスで留めたらリフィルの完成だろうと思ってちょっとやってみようと思うんですけど、今なんか何の気なしに見てみたらその A4 と縦幅そういえばトラベラーズノートのレギュラーサイズは同じなんですよね。でその代わりこの横がちょっと縦長で11センチかな、そうですね、22センチのとこで切って2つに折ればいいってことですよね。ちょっとやってみようと思います。リフィルなんで本当は厚紙をどっかで買ってきてリフィルっぽく折りたかったんだけど、そしてコピックペーパーセレクションの紙はちょっと待ってよ、ちょっと思ってたのと違うな。これだと紙質が伝わらないと思うんですけど、薄いプラスチックみたいな異常なほど目の細かい、要するにコピー紙とか上筆紙とかなんかそういう感じの、コピー紙はかなり目が細かいですけど、そんなの目じゃないレベルでツルッツルの表面の紙ですね。なんかそういう傷つくの防止の紙が1枚挟まってるのかと思ったけど、そうじゃないよね。その全ページそうですね、ツルッツルの紙だ。なるほど。へえ。厚みは十分にあって多分裏写りとかはあんまりしないんだと思うんですけど、やってみるか。やってみますか。はい。22センチのとこで切らいにしよう。すっげえ簡単だな。そんな1ミリも違わずに切らねばならんってことも別にないけど、よいしょ。こんな感じで、でこいつをこっちからザリッとよっこらしょ。いったかな。1枚2枚残ってる。よっこらしょ。掛け声かよっこらしょの時点でもうおじいちゃんですよね。やべえな。でこれを待て、これどっちが表だ。絶対表裏がありますよね。どっちだか。裏表を間違えて
閉じちゃうと、でも関係ないのか。どっちに折ろうが裏表裏表っていう形で紙が出るから、じゃあいいや、多分こっちと思ってこっちに折ります。不器用だな。この枚数を半分にしようか。何枚入ってるんだろう。いや10枚か。じゃあこれ折ったら20枚になって、さっきの水彩紙と同じ枚数か。じゃあそのぐらいは折っていいか。ちょっとね、その紙に厚みがあるんで、単純に半分に折ろうとするとちょっとそうか、こういうのもリフィルは22センチじゃなくて22点、例えば2ミリずつマージン取って 22.4 とかで切って折って、最後にこっちをストンとやってまっすぐにしないと、内側と外側でだいぶ厚み違っちゃうな。そうか、なるほどね。リフィル知識が一つつきましたよ。なるほど、そうか。ちょっと斜めってる。不吉祥だな。はい、待てよ、この厚みのやつをこいつで押せない気がするな。ちょっと面白いホチキスっていうか、なんか知ってる人は知ってるんでしょうけど、商品名忘れちゃった。こういう風に、こいつの場合は縦長なんで、この奥行きが細いんで押せなくも、押せないか。これ押せないじゃないですか。届かないじゃないですか。真ん中までホチキス打ちたい時どうしようと思ったんだけど、頭いい人はいるもんですよね。こうですよ。そうすると刃の向きがこうじゃなくてこうなるじゃないですか。こうなっておいて、今度こうしてこの辺で奥まで行くとちょっと行き過ぎか。ちょっと手加減してこの辺でよいしょ。そうだ、針の向き逆だ。全てが逆。取るか。ホチキスの針外しを買っておけばよかった。僕のこの考えなしの失敗が皆さんの参考になりますように。そうか、専用の器具がないと取れないような気がしてきた。Amazon で売ってた一番安いハサミを買っちゃったけど、もうちょっと使い勝手のいいちっちゃいハサミが欲しいな。閉じられる枚数の限界ぐらいの厚みのものをやったから、逆にぴっちりいっちゃって取れねえ。取れた。こうですね。また逆に打っちゃったよ。バカなのか。針が外向いてると手帳の裏側を傷つけそうですもんね。何してんだこんな簡単なことにこんなにあわあわしてしまうとは。てなわけで、本当はだから外側にもうちょっと厚みのある紙とかを入れると、リフィルとして成立しやすくなるというか、なんか見てくれがよりリフィルっぽくなるとは思うんですけど、あとはそうですね、今やってみた感覚として、表裏がめちゃめちゃはっきりある紙はちょっとこういうことをしづらい面があったりするかもしれないですね。あとはコスパを良くするためにと思ってやってるのに、この無駄な紙をどうするかですよね。こいつをそうだな、何か使い道を考えないと報われないですよね。ずれた。コツがいるな。ちょっとしたメモ帳にできるかな。てなわけで、リフィルを一ついい加減ですけど作ってみましたよと。今使ってる水彩紙とかがなくなった時にちょっと、今ちょっと挟むとしたらこんな感じで、いいんじゃないでしょうか。結構それっぽいですね。というわけで、このホッチクルっていうくるっと回るからでしょうね。ホッチクルという、マックスの商品ですね。これはなかなかアイデア商品でいいんじゃないかと思いました。そんな感じで、ちょっとした、紙を閉じてリフィルを作れましたよと。余り紙が出た時にちょっとしたこんな感じのメモ帳にできたりとかして、うまく、余り紙も活用できればそんなに無駄にならずにいけんじゃないでしょうか。というわけで、ちょっとここに何か塗ってみるか。黒で描いてもそれなりに裏写り、本当にバッチリ裏写りしない、いい紙ですね考えてみたら、でもこれ水彩紙よりも高い可能性があるな。結構いい、明らかにいい紙ですよね。そして枚数も
ちょっとイラストを描くには、これはコピックペーパーセレクションと銘打たれてはいるものの、ちょっと待って、これ N0 番だけど、今、10番混ぜたらすっげえ混ざっちゃった。なんか色が、よいしょ。ちょっと大丈夫か。コピックの使ってる人ってこれどうしてるの？薄い方からやっていくのか。なんか水彩絵の具みたいに。なるほどね。でも、こんな適当なあれで説明するのもあれですけど、声がしわがれてて申し訳ないですけど、縁がこの商品の説明みたいに縁に色が溜まってちょっと濃くなるんですよ。これ僕が昔そのペインターっていうソフトで絵を描いて、パソコンの方で絵を描いていた時代があって、ペインターのバージョンなんだっけな、3から6ぐらいまでの間にあった水彩ツールがこういう感じで縁に色が溜まって、でもそのイラスト塗りみたいな、なんていうかな、フラットな塗りができるんだけど、外側にちょっとこの縁がたまるような塗り方ができて、めちゃくちゃ使いやすくて、それで描いた絵はなんかね、味が出てよかったんですよ。だけどペインターのスタッフがなんか変わっちゃって、リアルなその画材のシミュレーターみたいな方に、舵を切っちゃって、でその水彩ツールが廃止になったんですよね。で日本のイラストレーターの人たちがなんかプープー文句言って結局ティントっていうなんか、ちょっと似たようなブラシになったんだけど、それはこういう感じのいい感じの縁取りが出なくて、で違うって言ってるうちになんかクリップスタジオの方にとか、あるいはサイとかの方にみんな流れてしまって、僕はなんだろうな、ペインターのデモンストレーターとかもやったことがあって、ペインター大好きなんですけど、今は結局またその水彩のツールとかある程度復活はしてるんだけど、そうですね、みんな日本のイラストレーターはちょっとクリップスタジオとかプロクリエイトとかの方に流れてしまって、ペインター開発今どうなってるのかな。なんかiPad 版みたいなやつがうまく出てくれたりするとまたちょっと面白いかなと思うんですけど、そんなことをちょっと思い出したりもしましたけど、こんな感じでちょいとリフィルを作ってみましたよという話でした。この初期投資があれですけど、何かというと、リフィルを簡単に作ることが、できて、あるいはこれの他に、あとは例えばだからそのプロッターみたいな6ケツのバインダーだったら、こういうパンチで自分の好きな紙を好きな大きさにカットして、例えばだからこんなんだったらここに入れて、位置合わせをちゃんとしないとダメですけど、それでバッチンってやったらもう6ケツ穴開くじゃないですか。こんな感じでこのリング用のリフィルだったら自分の好きな紙を適度な大きさに切って、閉じることでリフィル簡単に作ることができたり、当たり前の話ですけどいいんじゃないかなと思います。そして、ついでにサンスターのやつで角丸プロですね、僕のやつ。これで例えばさっきのこんなリフィルとかあるじゃないですか。でこういうのとか角がこう尖ってると、ここの部分からこうなんかへたってくるじゃないですか。で角丸くんに入れて角揃えて、でよいしょっていくと丸まるんですよ。これいいですよね。この手間暇を考えたら、なんかその普通に水彩紙を買ってもいいんじゃないかって気がしてきちゃうけど、それはそれですよね。なんかこうちょっと何度も押しちゃいましたけど、こんな感じでここの角がちょっと丸まったりするとおしゃれで良いよ。あとここから紙がへたってくるのをちょっとだけ防げるよという感じで、手帳のなんかリフィルとかね、ちょっと角取っとくと、今他のやつ角取ってないですけど良かったりするんですよ。ってな感じでリフィルを自作してみましたのお話でした。ずれてる。ちょっとこれもうちょっと練習してコツをつかんでからだったな。中心の位置をそうか、横から見た時にちゃんと中心の位置にこの溝があるので、この溝を見てちゃんと中心を見定めていかないと、やばいぐらいずれてんな、どうしよう、ちょっといかがなものか。とりあえずこんな感じで。紙が厚いんでちょっとなんか1ミリ2ミリずれててもそんなに分かんないや。いやこれで使ってみますよっていうことでした。はい。なんだろう、こっちのチャンネルでは手帳とか文房具とかカメラとか、最近はコーヒーの話はちょっとあまりにも脱線しすぎるんで、ちょっとブログみたいなところでやろうかなと思ってますけど、とか日常の話をなんでしょうね、おじさんの趣味の、チャンネルみたいな感じです。もう一つ、あまりにもこっちの雑多なんで絵の話を専門にする、阿部義俊画法という、チャンネルも一個作ってみました。そっちの方でそうですね、ちょっとコピック使ってみましたよみたいな、ショート動画とか、やったりしています。絵に関する話をするチャンネルです。そちらの方もちょっと見ていただけると嬉しいですということでした。ありがとうございました。